が続きますけど、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、フェイス、顔について、顔やマスクや、フェイスですね。フェイスに関してちょっと、3名ほどのアーティストをお伝えしようと思ってます。でまずですね、今日こちらなんですよ。まず1個、全部見せようか。これとこれと、これですね。クリスチャン・マクレーですね。でまずこちらなんですけど、この方知ってますかね。僕知らなかったんですけど、加藤泉さんという、1969年の54歳ですね。で、92年に、ムサビの油画科を卒業されて、ちょっと待って、見せた方がいい。I'd better show it. So I'm actually now talk about faciality or the face. So this channel is this time I would like to talk about faciality by picking up 3 artists, and one of them is this artist called Kato Izumi, and before talking about anything, I'd like to show his work, which is like this. Okay, ready. こういう感じなんですね。こういう感じなんですよ。今日はちょっとじっくり見せたいと思ってるんですけど、少し。で、こういうものですね。で、こういうもの。で、彫刻的なものも sculpture is also made, and from 2002 Kato is showing his work or participating in an international show in Italy or Germany, and he was actually participating in a Little Boy which was curated by Takashi Murakami at Japan Society in New York in 2005, and now he is actually the representative of the representative gallery is Peloton French gallery, and so children with a disturbing face, embryo with fully developed limb, ancestor spirit lock up in a body with the imprecise form. The creature summoned by Izumi Kato was fascinating, and they were enigmatic. Anonymous silhouette and strange faces, largely absent of feature, emphasizing simple form and strong color. Their elementary representation, the oval head with a too big fathomless eye, depict no more than crudely figured nose and mouth. Bringing for mind primitive art, their expression evoke totem and animist belief, and that spiritual form run through the living and the mineral world alike. Embodying a primal universal form of humanity found less on reason than on intuition. This magical being invites viewers to recognize themselves. Kato graduated from the Department of Oil Painting at Musashino University in 1992. Since 2000,
since millennium, he has gathered attention as an innovative artist through exhibition held in Japan and across the world. In 2007, he was invited to take a part in the 52nd Venice Biennale International Exhibition curated by Robert Stoll ということで、第52回のベネチアビエンナーレの国際展にも招待されているアーティストです。で、不穏な顔をした子供や手足が発達した胎児、不定形な形の体に閉じ込められた祖先の霊、加藤泉が召喚する生き物たちは謎めいていて魅力的で、特命なシルエットと奇妙な形が特徴がほとんどなく、単純な形と強い色を強調しています。ということで、底知れぬ大きな目が2つの楕円形の形、これとかもあれなんですけど、粗雑な鼻と口を描いている楕円形の頭、そして原始芸術を思い出せるような表現はトーテムや霊的表現が生物世界と鉱物世界に同様に貫いているというアニミズムの信念を思い出せます。理性よりも直感に基づいた人間の原始的かつ普遍的な形を体現している魔法のような存在は、見ている人を、自分自身を見ているような風に認識をさせますということなんですけど、僕がこれ最初に見た時にウルトラマンの変形型なんじゃないかっていうことをまず思いました。あとはすごくよくまとめられているんですけど、ここら辺の初期の方の作品っていうのが色彩の、ブラシ筆跡とかが非常にマレーヌ・デュマス的なもの、今のがこれ大体1990年代ですね。まだこれが2003年ですけど、これ90年代とかなんですよね、後期の。で非常に不気味さもあるんだけど親しみも持てるみたいなもので、そこから非常に何て言うかな、アニミズム的な要素というか、があります。で非常に縄文的というか、大阪万博のっぽいというか、お尻とかからスートラが生えてるたりっていう、ちょっとコミカルなんだけど非常にいろんなものに魂が霊魂があるよっていうもので、特に僕的には驚きはなかったんですね。で、胎児や昆虫や子供や植物などの人間の中間を思わせる原始的な匿名的な生命体を主なモチーフっていうので、絵的には非常にもうウルトラマンとか仮面ライダーにすごく似ているというか、そういうもののインスパイアされたものを絵画的に昇華させたんだなっていうふうに思ってます。で交換ポイントとしては、画面構成がの上下処理っていうのは、例えばこれもそうですね、アニミズム的なものですね。でこれを海外的にはトーテンポール的なものと結びつけて話しているっていうことなんですけど、とりあえずですね、画面構成の上下処理っていうのがものすごくうまいです。で一枚一枚やっぱりちゃんと手を抜いてない、力を抜かずにちゃんと描いてるっていうもの、つまり作品の一個一個の圧力が高くて、圧力の出し方をスキルとして体得しているっていうので、クオリティはすごくよく見ると高くて、すごいこことかでも刺繍とかも使ってマイナーな展開とかもされてて、すごくいいなっていうふうに思ってます。なんか一個一個挑戦があるんですよ。だからそこはすごくいいなと思った部分なんですけど、これ例えば石で作ったものとかのこのなんか何とも言えない感じとかもすごくいいなと思います。で
こういうものですね。で、ただですね、僕がこれちょっと思ったのが、やっぱり西洋の評価軸で見ていた時に、こういう原始的な普遍、要するに縄文的なものプラスアニミズムっていうものが評価されているっていう評価軸がちょっと複雑な気持ちです。だから作家の人が意識してやってるのか、あるいは理性、よりもなんていうかな、なんかこれが受けるだろうっていうものをやってるようにも見えるし、ただ作家として作品に対する思いとかはすごく伝わってくるので、すごく初めて見ましたけど、いい作家だと思います。僕が言うのもなんですけど、ただ僕が思ってるのが、これ僕の視点からいくと、これ分かるし、果たしてけどそれしか日本から輸出できる理念がないのかっていうか、大昔から変わっとらんやんけっていう感じがすっごいします。例えばここにジャパニーズコネクションっていうものがあるんですけど、これとかでも要はこれ浮世絵とかがパリに行ってうんぬんっていうものなんですけど、なんていうかな、これ万博の時のやつですよね、多分。そこでってやってんだけど、なんかジャパニーズインフルエンスっていうものがいまだになんていうかな、強固な縄文的なものとかアニミズムとか、これは浮世絵の話なんですけど、浮世絵で構図とか色彩が変わったって言うんですけど、なんか非常にいまだにこういう感じなんだなっていうのをなんとも言えない感じですね。なんかもう少し要するに現代に僕たちが忘れている原始的な感覚とか、そういうものに訴えかけるっていうことで、現代アートなんだけど現代性は僕は特にすごくあるとは思ってなくって、ちょっと待って、そういうことです。ちょっとそれは僕の個人的な意見なんですけど、あとは前回ちょっとあんまりやってな取り上げちょっと紹介したぐらいのオルテガさんですねのマスクっていうもので、これはコロナ期にあれです、作ったマスクですね。で冷蔵庫の食べ物の切れ端とかでも作ってたりっていうことで、マスクっていうものは非常になんていうかな、人間のもう3000年ぐらいもうずっと歴史がある普遍的な表現の方法だし、儀式にも使われてきたっていうことで、非常に南米とかもカーニバルで親しみを持っているものだと思います。で、そういうものに象徴的な意味があったり、動物との関連性で、これ僕ちょっとテキストを読んでみたんですけど、テキストを読んだら、マスクっていうものは仮面っていうものはもともとハンティング、狩猟の時にジャングルとかで顔を隠すっていう顔をカモフラージュするために作られたものっていうふうに書いてました。すごい面白いなと思ったし、人間ならざるものになるっていうことで言うと、もののけ姫のさんですっけ、みたいなものにもつながるとは思います。だからそういう非常に象徴的な動物界、自然界との接合点としても面白いものだなっていうふうに書いてて、今回はこのオルテガさんはコロナ期の初めの頃に父親が亡くなってしまって俳優だったらしいんですけど、で舞台俳優とかもしてて、そういうので結構漫画家上がりで出てきた現代作家なんですけれど、そういうことでなんていうかな、自分が新しい存在になるっていう、コロナ期はある種のトランスフォーメーション、変身の期間として自分のパーソナルなものと組み合わせて作成されたものっていうことで、非常に思い入れ深いものだったっていうことのようです。で、
まあそれでじゃあもう一回じゃあこういうものが現代性ではないっていうふうに、現代アートなんだけど現代性ではないっていうふうにしたら何が現代性なのかっていうのをちょっと言うと、例えばっていうか、やべ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 、要は結構これもあれなんですけど、これ結構僕面白いな。これクリスチャン・マークレって音楽ですね。音楽のコラージュっていうものを制作の主軸としてやってる人なんですけど、まあそれを匿名なアノニマスなキャラクターの叫び声っていうものをコラージュして、もう一つの感情では表せないものを一画面で表しているっていうことをやってます。試みてます。だから僕はこれすごい現代的な感じだなって、もう今いろんな事象があって一つの感情では捉えられないっていうものをマークレーさんは結構やってる。まあコピーライトの問題にも触れているっていう問題もありますけど、すごく現代的な表彰にも近いなと思います。まあ伝統的なコラージュっていうものに根ざしていながら、なんていうかな、僕は結構面白いなと思いました。それをまあ、こういうふうにいろいろむちゃくちゃこれ全部ほぼ説明なくて延々とやってるんですけど、それをムンクの叫びと応対させてやってるんですよ。しかもその量が半端なくて、これは非常に面白いなと思いました。まあそういうことですね。で、ということで今回はその顔のフェイシャリティ、人間につきまとうこのマスクとか顔っていうものにまつわる表彰に関して今日はお伝えしました。例えば日本だと能面だったりっていう伝統芸能もあるし、今結局いろんな状況に対してそれを的確に表現できるような顔というかマスクっていうものがない。それをいろんなことですごい考えさせられました。であとは別に僕は加藤さんすごいアーティストっていうか実直にすごくいろんな展開をマイナーでしてて、すごく初めて見たんですけど面白いなって思ったんですけど、果たしてこれから日本が輸出できるそういうものを劇的にこれを展開させ、アニミズムを展開させたような理念がないのかなっていうふうに僕は個人的に思ったんで、これは僕の私の個人の宿題をちょっと漏らしたみたいなことですけど、すごく面白い。全く現代性がないとは思いません。僕が単純に日本の人間なので、ウルトラマン世代じゃないですけど、見慣れたものがあるっていうことです。例えばウルトラマンのマスクっていうものは確か成田さんという方がデザインしたものですけど、縄文に影響を受けてるっていうのを確か僕青森美術館の方で見た気がします、昔。ということですごく面白い、初めて初見なのですごく面白かったし、オルテガさんもちょっと紹介できてよかったですっていうのと、クリスチャン・マークレの、こういうものも見せれてよかったなと思います。で実際現代性ってじゃあどこにいろいろあるのかっていうのは多分こういうところにあるんだと思います。これは、デザインアカデミー、オランダだったかなの、2020年の2022年の、学科と、マスターと BA のまとめ本なんですけど、これデザインのやつなんだけど、結構今の若い人っていうか学生とかがすごい何を考えてるのかっていうのを結構まとめて見れるので、いろいろつぶさに見ていくと結構ヒントがあるっていうか、視覚的な工夫、こうデザインだから結構見せ方があれなんですけど、そういうものですごくヒントがある。今の現代的なものにもっとアンテナが張ってる人たちがどういうことを考えてるのかっていうのは、こういうところで当てはまあるんじゃないかなとも思います。ということで、今日はフェイシャリティに関して20分喋りました。ご清聴ありがとうございました。
Thank you for listening. I wasn't really talking in English for the latter half because of the flow, but I will put the telope. So I hope my thinking or the what I thought on this work can come across. So thank you very much, and I hope you enjoy the summer 2023. Bye bye. あ、wait。ちょっと待って。一個ちょっと忘れてたんですけど、今完全に。ちょっとだけこれだけやらして。あ、一回止めようか。